はい、こんにちは。最近のカーボンホイールはどれも軽量で、しかもエアロになってきています。しかしその一方でどこも似たような形状、似たような見た目になってきています。仮に塗装やロゴを全部消してしまったら、どのブランドの製品かわからない、そんなホイールも多いと思います。しかし今回取り上げるホイールは違います。小規模なブランドながら流体シミュレーションや最新の構造最適化設計を取り入れて、魚の鱗のようなエアロリム、そして金属 3D プリントで製造したハブを採用しています。一目見るだけでこの製品ってわかります。スコープサイクリングのアーテック、今回はレビュー史上最高額のこのホイールをレビューしていきます。さて、このアーテックを販売するスコープサイクリングは2013年オランダで立ち上がったホイールブランドです。ホイールだけを販売する小規模なブランドなんですが、大学や研究機関と共同で製品開発してるっていうのが大きな特徴です。このハイエンドホイールアーテックのキーワードはコンピューターシミュレーションです。魚の鱗からヒントを得てシミュレーションで流体抵抗を減らしたエアロリム、トポロジー最適化設計という最新の手法で設計して金属 3D プリント技術で製造したハブ、これらをつないでホイールとして組み上げているのは高強度のカーボンスポークです。そんなアーテックなんですが、ロード用モデルのラインナップは3種類あります。最もリムハイトが低くて軽量なアーテック2は 22mm ハイトで 965g、オールラウンドのアーテック4は 45mm ハイトで 1120g、そして今回取り上げる今ご覧いただいているアーテック6は 65mm ハイトで重量 1244g となっています。で、このホイール、知り合いから私物を貸してもらったんですが、価格がとんでもないんですよね。国内価格は83万3800円。セラミックスピード製のハブベアリングを採用するモデルは92万8400円と、100万円が見えてくる価格帯になってます。借り物のホイールでもし落車なんかしたらって縮み上がったんですけど、よく見るとすでに削れた跡があって、ちょっと安心しました。ではこのホイールのリムとスポーク、そしてハブを詳しく見ていこうと思います。ではリムから見ていきましょう。まず目に留まるこの表面の形状、これはエアロスケールと呼ぶ魚の鱗をイメージしたデザインとなってます。いわゆる生物模倣技術、バイオミメティクスと呼ばれるものですね。バイオミメティクスっていうのは生物が持っている性質とか特徴を分析してそれを模倣することで製品作りに役立てるというものです。生き物がすごい長い時間をかけて進化した果てに到達した形状っていうのは、それ自体すごく高度なものであることが多いんですよね。で、アーテックのエアロスケールリムに関しては、もともと2017年にデルフト工科大学と共同開発したものがベースになっていて、そこからさらにテストを重ねて改良、現在の形になっているみたいです。単純に鱗模様を貼り付けただけじゃなくって、よく見るとリムの外周部は大きく、そしてホイールの回転速度が下がるリムの内周近くは小さめの模様になってます。で、このリム表面の細かな凹凸で小さな乱流を発生させることで大きな渦の発生を抑えるんですよね。リム表面の気流を整えて効力を低減させて、さらに横風の安定性を高めるっていう狙いがあります。例えばジップのディンプル付きリムなんかと近い考え方ですね。さて、このリムですが、リムハイトが 65mm、リムの内幅が 23mm となってます。実測するとリムハイトがちょうど 65mm、リムの内幅は 23.1、ほぼぴったりですね。ちなみにフックドリムになってます。リムの外幅は 31mm ぐらいですね。現在主流の 28C から 30C のタイヤを履いた時に最適な空力性能が期待できるリムプロファイルだと思います。では次にスポークを見ていきましょう。スポークはカーボンライトエアロスポークスと称するカーボンスポークが採用されています。なんですが、このハブ付近のスポークヘッドを見てもらうと分かるように、中国のカーボンスポークブランドボノア製です。性能とか品質に関しては世界最高峰なんで、ここを選んでおけば間違いないです。スポークの組み方については、フロントが18本で 2-to-1 組、
ローター側が12本と、反ローター側、バイク右側が6本となってます。この太さのカーボンスポークなら18本でもフロントホイールなら構造的に成立すると思います。で、次にリアホイール。こちらもボノア製のカーボンスポークが採用されていますが、スポーク本数は18本のフロントに対して24本と多めの本数になっています。後輪はライダーの体重に加えて高い駆動力もかかるんで、より強度とか剛性を重視してスポーク本数が決定されているようです。こちらも 2-to-1 組になっていて、ドライブサイド、カセットがある側が16本、そして反対側、ブレーキローター側は8本となっています。ブレーキローター側についても、スポークはラジアル組じゃなくってタンジェント組になってるんで、24本すべてのスポークで駆動力、そしてブレーキング時の制動力を受け止められるような構造になってます。そして最後にハブです。生き物みたいなとても有機的な形状のハブなんですが、これは 3D プリンターで製造されています。3D プリンターって言ってもホビー用の FDM 形式とは全く異なる SLS 方式というレーザーで焼結するタイプの金属 3D プリンターです。装置だけで数千万円、1億円近くする、とても高価な最新鋭の造形機ですね。ハブの材質はスキャルマロイっていう、スカンジウムとアルミニウム、そしてマグネシウムを合金化した、実用強度を持った積層造形用のアルミ合金です。自転車関係では数年前にガンナがアワーレコードを達成した時のピナレロのスペシャルバイクと同じ素材って言ったらピンとくるかもしれないです。そしてこのハブの形状、これも通常とは異なる設計手法が使われています。トポロジー最適化設計っていうコンピューターシミュレーションを使って力がかかる分のみを残して力がかからない部分を削ぎ落とす。その結果この生き物の骨みたいな有機的な形状になってます。ただトポロジー最適化設計で作った形状っていうのは従来の製造方法で作るのが難しい、とても複雑な形状になってしまうんですよね。特にこのスポークヘッドを固定するフランジ部分の形なんかを見ると、今までの切削加工とか鋳造ではとても再現できないような形状になっていると思います。なのでトポロジー最適化設計と金属 3D プリント、実はセットになっているような技術と言えると思います。3D プリント技術の発展によってこういう高度な設計手法が現実の製品として実現できるようになった、そういうことですね。ちなみにこのハブはドイツ国内で製造されているようです。レーザーで焼結しているということで見た目は鋳造に近くって表面は少しザラッとした質感になっています。でこのアーテックの初期モデルではこのブツブツの隙間から水分が入り込んで腐食してこの黒い表面処理が剥がれるっていうトラブルがあったようです。で現在は改善されたようなんですが、それでも見た目に関してはちょっと粗いかなっていう印象はありますね。でも逆にこういう表面であることで 3D プリント製のハブっていうことをアピールできる、そういう考え方もできるかなと思います。ちなみにこのハブ設計と製造にここまでコストをかけただけあって超軽量です。前後セットでの重量は 200g を切って 199g とされています。で見た目だけではなくって技術的にも面白いポイントがありまして、このハブ実はハブ単体の状態ではわずかにガタがある構造になっています。ですがバイクに取り付けてスルーアクセルを締めた状態で最適なベアリング油圧になってスムーズに回転するようにされているそうです。もっともアーテックの初期モデルではバイクに取り付けた状態でもガタが残るような調整不良の製品もあったようですが、なおラチェット部分は 36T のメインラチェットとなっています。では重量を実測していきましょう。まずフロントホイール、これはリムテープ込みの状態で 572g で、次にリアホイール、こちらもリムテープ込みの状態ですが 680g、したがって前後のセットだと 1252g となりました。これはリムテープ込みの重量です。
交渉重量が 1244g、実測が 1253g なんで、リムテープ分を引くと実測重量と同じかやや軽いぐらいかなと思います。やはりハブの軽量化が効いてると思うんですが、この 65mm っていう配当で 1250g っていうのは驚異的ですね。ではタイヤを取り付けていきます。今回はパナレーサーの AG028C のクリンチャーと同社のパープルライト TPU チューブを組み付けていきます。はい、ということで組み付けられましたけど、バルブ長がギリギリですね。これ 85mm かな、ロングバルブの方なんですけど、やっぱりリムハイトが 65mm もあるとロングバルブでもギリギリの長さになるみたいです。で、僕はヒラメ使ってますけど、これポンプヘッドによったら口金が届かないかもしれないですね。さて、前後のホイールにタイヤをはめて、前使ってたホイールからカセットを外してアーテックに取り付け、そしてブレーキローターをつけていたんですが、このブレーキのセンターロック台座も 3D プリントで造形されてるんですよね。で、ローターを取り付けようと思うと結構ね、ガタが大きいです。問題になるほどではないと思うんですけど、他社の切削のハブとかだとこういうガタっていうのはあんまりないんで、この点に関してはちょっと気になりましたね。でもそういう気になるポイントはありつつも、とりあえずタイヤとカセット、ブレーキローターを取り付けて走れる状態になりました。ということで、このアーテック6を私のバイクキヤノンデールのスーパー6エボラブ71に取り付けました。万能エアロロードのスーパー6エボにつけると 65mm ハイトのインパクトがかなりありますね。見た目のバランス的にはサーベロの S5 みたいなもっとピュアなエアロロードに取り付ける方が似合うかもしれませんね。さて、走り出すと 65mm ハイトとは思えない軽さを感じます。このホイールの交渉重量は 1245g。この軽量化に寄与しているのは前後 199g の 3D プリントハブとカーボンスポークなんですけど、リムも相応に軽いです。計算するとリム重量は 450g ぐらい、65mm ハイトでありながら、大手ブランドの 50mm リムぐらいの重量ですね。で、ホイールの乗り心地や踏み心地は、いかにもカーボンスポークらしい感じでした。剛性感についてはホイールのためやしなりが少ないリジットな感じです。踏んだら即座に反応するんですが、スイートスポットの狭さを感じます。こういうタイプのホイールは足が消耗すると踏めなくなりそうな感じがします。長距離のロードレースよりは短距離のクリテリウムとかヒルクライムなんかに合ってそうな性格ですね。乗り心地は固めです。今回借り物ということもあってクリンチャーでテストしたんですが、やはりこのホイールはチューブレスで空気圧を少し下げて乗るべきかなと思います。65mm ハイトで表面に魚の鱗みたいなテクスチャーも施してあるだけあって高速巡航は得意です。40キロを超えて45キロ、それ以上、特に少し斜めから風が当たる時のセーリング効果が感じられます。ただ巡航性という意味ではもうちょっとホイールにためが欲しかったですね。カーボンスポークじゃなくってスチールスポークだったらベターだったかもしれませんね。このホイール、軽さと空力の両立っていうのが大きなポイントになってると思います。緩いアップダウンが繰り返す丘陵地なんかではこのホイールの強みを活かせるんじゃないかなと思います。ということで今回はスコープサイクリングのカーボンホイールアーテック6をレビューしてきました。最先端の解析技術と製造技術を適用して、鱗状のリムに金属 3D プリント製のハブ、似たような見た目のホイールばっかり溢れる市場の中でインパクト抜群の製品でした。さらに 65mm ハイトというディープリムでありながら重量が 1244g と軽量で走行性能についても優れたホイールでした。今時のカーボンスポークホイールとしてよくできていると思います。
ただ価格を考慮するとこのホイール厳しい評価を下さざるを得ません。というのもこのホイール品質面で少し問題を抱えてるんですよね。その一つがこの 3D プリント製のハブ、この腐食問題です。このハブは特殊なアルミニウムの粉末をレーザーで固めて造形されてるんですけど、その時表面がデコボコになるんですよね。で完成後にこの黒いコーティングがされてるんですが、水分がこのデコボコの内側に入り込んでこの表面処理の内側で腐食して白くなってしまうっていうトラブルがあります。でホイールが発売された初期の頃に問題になって現在では改善されたらしいんですが、この私が取り上げてる個体についても、よく見ると少し白っぽくなってきているのが確認できるかなと思います。あともう一つ、このブレーキのセンターロック台座のガタも気になりました。アーテックのハブではここも 3D プリントで一緒に造形されてるんですが、やはり金属 3D プリントってそこまで寸法精度が出せないんですよね。でここはブレーキの力がかかるすごく重要な部分なんで、できればここは塊で造形して後から切削加工で仕上げるべきだったかなと思います。ハブの表面がちょっとぐらい錆びてたりとか、ブレーキ台座に多少ガタがあっても、実用上問題はないですし、仮にこれが50万円のホイールだったら文句も言いません。例えばロバールとかと同じレース機材と割り切れます。ただし、こういう手抜きとも取れる不具合がある限りは、80万円から90万円という価格を正当化できないと思います。例えば高価格なホイールの代表格であるカンパニョーロのボーラウルトラ WTO-C23、2026年の定価は74万円もします。でべらぼうに高いんですけど、このホイールを見ていくと、リムの品質だとかハブの回転性能、見た目についても細部までこだわっていてオーラがあるというか、その高価格を納得させるものがあります。でそういうホイールと比べると残念ながらこのアーテックはそういう本当の高級ホイールには慣れてないように思いました。シミュレーション技術や 3D プリントっていうのを適用する取り組みはすごく面白いと思いますし、今後こういうホイールがどんどん出てきてほしいと思ってます。ただアーテックに関しては私の期待が大きすぎたんかもしれないですが、あと一歩っていう評価でした。ただ小規模ながらすごく面白い製品作りをするブランドなんで、今後出てくる新製品には期待していたいと思います。はい、ということで今回のレビューは以上です。今後もこういったロードバイク関係の機材取り上げていきますんで、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。